だからうちが天丼の発祥店と言っても過言でないと思います。これが返しって温める冷ます温める冷ますっていうことで天丼のタレなんですけども、これ使うのは一流の寿司屋です。アクが浮くんですよ。油でこういうふうにうちで使うお米は天丼にしてタレかけてもこれはちょっと怒られるかもしれませんけども、ごま油を使って揚げるというのはこちらがさよりとこちらがフグになります。サクサクの衣とネタの食感。このアラカルトの天丼とパオイチ、これあんまり言いたくないんですけども、粉を3人もいて今日はね、普通は8時半ごろ運送トラクター来るんだけど、今日は落雁を直接トラックで持ってくるんですよ。早いんですよ、来るのが8時前に来ちゃうんですよ。ちょっと早めに来てやってこないとダメなんです。止めて汗を動かすんです。冷やしとくという冷水にしとくというのが肝心なんです。これは炭酸水。これはね、サクサク感を出るんですよ。だからこの分量も非常に大事なんで、入れすぎちゃうとダメなんですよ。で、この冷やしとくっていう意味で最初に作る。やっぱりね、天丼は
よくこれはちょっと怒られるかもしれませんけども、高級店さんとかでは衣ついてるかついてないかわからないような薄衣というもので揚げてしまうと、天ぷらの醍醐味というのはなくなってしまうんですね。中の旨味を逃がさない程度の衣では天ぷらである必要がないと私は考えます。あくまでもサクサクの衣と中の食材の食感の対比が天ぷらの醍醐味だと思ってますので、天ぷらの衣はサクサクでないといけないというのが私の考えです。いやいや、先代からずっとサクサクにするにはね、非常にね難しいんですよ。うちでは、これあんまり言いたくないんですけども、粉を提供するまでに3回ぐらい振るわけなんですね。そして一晩冷凍庫に入れて水分を飛ばしてから使います。そうすると余計な水分がないのでベタつかない、さらっと揚がるイコールサクサクに揚がるというような感じになりますね。ホタテ、生のホタテをあとちょっと待って。むきエビの中でバナメイっていう品種の中で一番大きい、ちょっと待ってください。ガスが残ってもだいたい輪切りにしてちょうど形よく天ぷらになる。180度焼けちゃうし、ごま油の香りに負けるんで、単なる彩りだったら入れない。だったらハスとかかぼちゃとか香りが残るみょうがとかは使うんですけど、昔はここから開けて前にネタを置いてごま油の香りで客寄せをしてたんですよ。昔の屋台の名残でこっちに厨房があるんですよ。これはねなんでこの細かく切ってるかっていうと小エビのかけ合いに混ぜるんですよ。そうするとエビの味しかしないんだけど、サクサクっていう食感の違いで美味しさの相乗効果が生まれるんですよ。今一番出したやつです。これで天つゆとお吸い物を作る。2番出して味噌汁。これを返しって醤油とみりんと砂糖を合わせて煮立っていく。その返しはこの出汁を入れるとちょうど塩梅になる糖分とかしてあるんで。
天つゆは朝作って丼つゆは前の日作って一晩寝かして温める冷ます温める冷ますってことでコクが増すんですよ。温めて冷まして温めて冷ましてってことを繰り返すとコクが出る。天丼のタレなんですけども、よく比較されるのがうなぎのタレ。うなぎのタレというのはかば焼きをタレにくぐらせ入れてつけて、そうすることによってタレにどんどんうまみが出てくるというような感じなんですけども、天ぷらはそれをしませんので、その代わり蕎麦屋さんで使う醤油を寝かせて、この返しというんですけども、醤油のしょっぱさを取るような角を取るというようなマイルドにするという意味なんで、大きな寸胴に入れて醤油とみりんと砂糖を合わせて、それを寝かせておくと醤油の角が取れると、それを出汁に合わせているような感じの丼タレに仕上げております。継ぎ足し継ぎ足しなんですけども、でだんだんコクが出てくるというのを繰り返しておりますけどね。豊洲の中井さんが直接持ってきてくれた。言われた通りの数。ありがとう。それで全部同じ。同じ。全部同じだから、砂が入ってるから。オッケーオッケーオッケーです。今日はヒラメとヒメコとヒメコあった。ヒメコがあった。ヒメコあった。でさゆりが今年初めて。苗場の。でこっちはこっちも夜抜き。夜抜き。一緒。あれと一緒の魚。あれと朝。翡翠って言って普通の海水は塩分濃度 3% なんですけども、アナゴは例えば東京湾にいるとすると東京湾の水と川から真水が流れてくるんで、雨水が 3% より薄いんですよ。 2% とか 1.5% ですから、大体 2% ぐらいに塩分濃度してます。それが翡翠と、ちょっと海水より塩分濃度薄いのを翡翠と言います。こういう感じでいるっていうことわかるかな。こういうさゆりなんだけどね。姫子だよ。これはね、ちょっと煮るんですよ。ちょっとこれ包丁の先が先端が触ると切れちゃうんですよ、手が。こんな数やると。
だからちょっとそれのこれはちょっと煮穴を用にちょっと裂きますよね。こっちはちょっと煮穴を用でコデバというのが一番理にかなってる。私もねうなぎ包丁でご存知ないかな。僕ねあれをの短いやつを作ったんですよ、特注で。それを使ってたこともあるんですけども、何センチ、ここは何度で何ミリ全部一回作ったんですけども、やっぱりコデバの方が理にかなってるんですね。ですけども同じ出刃でもちょっと薄めのやつを選ぶようにしてます。薄い方が裂きやすいという。これはね対馬より抜きって言って、対馬っていうのは一番いい穴なんですよ。それを中からいいやつをより抜くんですよ。煮穴にするやつはこのより抜いた中のさらにより抜いてますね。ちょっと火取ったりする作業がちょっとあるので、速度は関係ないですけども、包丁の入れ方が煮穴子の場合は向こうまで突っ切っちゃうと煮た時に破れてしまう、穴開いちゃうんで、天ぷらはしっかり開いとかないとダメなんですけども、煮穴子はもうちょっと手前ぐらいに包丁にしないと。肉の厚みとね、油のり、これ使うのは一流の寿司屋で白くなるんですよ。これをちょっと取るんですよ。いろんなやり方あるんだけど、きれいなそれ用のたわしで、今これ白いでしょ。これをこう取ることできれいになるでしょ。アクが浮くんです。いろんなやり方があるんだけど、包丁の背でこそげ取るとこもあるし、それ用のたわしで。まあこれは天ぷらには関係ないんで参考資料です。こう抜いてきたら東京湾のね、昔は羽田沖なんていうと一番良かったんだけど、でも1回の漁で羽田沖から出ても羽田で1回取って3回ぐらい漁やるんですよ。羽田沖で1回取って横浜で取っての方で2回神奈川の方で2回取っても船の中で混ざっちゃうんですよ。だからサイズが安定しないっていうのも使わない一つの理由。うちはそうほぼ対馬一番脂が乗って季節によって脂の乗りの変化はあまりない。対馬でも周りで季節によって取れる場所が変わるんで、もう島中の周りで、ね、年中取れるんですよ。だから今の時期江戸前なんて脂乗ってないんですけど、乗ってなくてこんな脂乗ってるのはまず対馬寄り抜きしか今いないですよ。見るとね、もうレバーがね白く曇ってるでしょ、濁るでしょ。これ油なんですよ。油でこういう風に白くなっちゃうんですよ。油がついてレバーに。こういうのはね、包丁が曇るぐらいに油乗ってるんですよ。で朝だいたいいつもその日に出る 70% ぐらい 7,80% の量を占めるんですよ。朝裂くんですよ。で足りない分はさっきのいけすから
持ってきて、締めたて裂きたてを使って次の日には残さないと。5、6本で終わっちゃうかな。これはもう煮上がった。包丁の研ぎも毎日研がないって人もいるんですよ。2日に1回とかそういう職人さんもいらっしゃるんですけど、僕は毎日研ぐんです。そうするともう1分2分で研ぎ終わっちゃうんですよ。砥石も仕上げ、中砥、荒砥っていってこの目の粗さが違うんですよ。2日も3日もやらないでやると中砥っていう真ん中の目の粗い砥石も必要になってくるんですよ。だけどうちは毎日研ぐんで仕上げしかないんですよ。他の砥石ないんですよ。そうするとほんと1分で研ぎ上がりますから、ね。それは無理なんです。なんで麦飯にするかっていうと、まず栄養価が上がると、それと天丼にしてタレかけてもベタつかないんですよ。さらっとお土産にしてもタレかけご飯なんていうのはベタつきがちなんですよ。麦飯はね、冷めてもね、タレ吸っても結構サラサラいけるんですよ。天丼は重いんで、お米はなるべく軽くと、そういうような思惑もあって、米はですね、うちで使うお米は一目惚れと言いまして、丼に入れるものですから、あまりベタベタしてるようなコシヒカリのようにあまり粘りのある米も合わない。ベタベタしちゃう。笹錦みたいにさらっとしててもダメと、その中間という意味で今一目惚れというのを使ってます。これはね、寿司にするとすごい美味しいんですよ。生食するとポツッとした食感で。
お土産無理だから本当に無理だからこう最初は手まりはやるけど高野は基本的にはサラダ油とごま油のブレンドなんですけども、どこもそうなんですけども、そのサラダ油とごま油にそれぞれのお店のこだわりがあって、例えばカウンターの高級店ですと狭い店内で揚げますので、香りの強いごま油は非常に合わないということで、香りの薄い、太白であるとか薄口のごま油を使って揚げるというのが高級天ぷらのやり方なんですけども、うちの場合はごまの香りで客寄せをしていたという昔の名残で、濃い口のごま油にサラダ油をブレンドするんですけども、そのサラダ油もいろんな種類がありまして、うちは一番軽いコーン油を使っております。軽いコーン油に濃い口のごま油を混ぜるというような感じにしております。これが島豆腐って言って、普通持てないですよ、豆腐に。普通の豆腐だと崩れちゃうんですよ。
こちらがサヨリとこちらがフグになります。こちらサヨリとフグになってます。はい。天丼は蓋をしてしなっとさせてしまったら全く美味しくないんですね。しなっとした天ぷらというのはもう何を食べても何の魚を食べても同じ、キスであろうがメンオチであろうがアナゴであろうがふんにゃりしてしまったら同じであるので、うちでは絶対蓋をしない。いつまでもサクサクというこのサクサクの衣とこのネタの食感の対比が天ぷらの一つの醍醐味ですので、天丼でもそれを味わっていただきたいので、うちでは決して蓋をしないというのは一つのうちのこだわりです。天丼に住んできて、もう天丼これにフグです。エビの代わりにイカのかき揚げとかエビのかき揚げ、イカ、小エビ、エビ、アナゴ1。その天ぷらはどういうふうな？それを天丼にするそうです。そう。このアラカルトの天丼とパオ1。アナゴ1本っていうのは天丼ってことなんですか？仕事フグ。3人もいて。
はい、出ますよ。フグです。左。はい。豆腐のお味噌汁、なめこのお味噌汁、お吸い物が穴子の肝水になってる感じ。伝統を守るというのは進化していかないと伝統というのは守れないんですね。同じところにずっといるともうそれが飽きられてしまうので、伝統を守るイコール進化させていくということなんですね。例えば野菜を入れるというのも一つの進化ですし、伝統を守りながらという、だから小魚は絶対マストなんですけども、それを、今全国から取り寄せるというのもこれも一つの進化ですし、野菜を入れるというのも進化ですし、油もだんだん生成されてきて、それも進化の一つですし、伝統を守ってずっと同じことをやっているともう飽きられてしまう。特にここの場所は江戸っ子というのはもう流行り廃りに非常に敏感なんで、常に同じものをやっていたんで飽きられてしまうというので、木をてらうわけではないですけども、常に伝統を守りながら進化させていくということを気をつけております。天ぷらの始まりは江戸時代に屋台から始まったんですね。なぜ屋台かっていうと、火事の多かった江戸時代は屋内で火を扱う商売は禁止されていたんですね。ですから火を使う天ぷらは外でやると、屋台から始まったわけなんです。それでネタは東京湾で取れた小魚を串に刺して串揚げスタイルで提供したわけですね。なぜ小魚かというと、串に刺して天ぷらにすると大型魚の切り身であると何の魚だかわからないと。だから尻尾で魚種を判断するというのが江戸前天ぷらの一つの定義であったと。穴子ですと大きい形で穴子と分かるということなんですね。それが明治時代になって屋内で火を扱っていいよという時代になりますと、うちみたいな店ができて、最初は料理屋の一品として天ぷらというのが扱われてたんですけども、うちもそうだったんですね。一膳飯屋でその中に天ぷらがあったと。ですけども天ぷらが人気なもので2代目が天ぷら専門店にしたということなんですけども、それで当時は天ぷらご飯というようなスタイルだったんですね。あくまでも調理場からテーブル席に提供して盛り合わせとご飯という形で提供していたんですね。それでちょっと話は飛びますけど、天丼という話になりますけども、天丼の発祥は吉原大門、うちの近くに吉原遊郭がありまして、ここの行き帰りに江戸っ子がうちに寄って天ぷらご飯、もう時間がないから天ぷらご飯はめんどくさいと、ご飯を丼に入れて天ぷらを乗っけてくれと、それから天丼というのが生まれたんですね。丼飯だからうちが天丼の発祥店と言っても過言でないと思います。天丼の定義として載ってるものはエビ、小魚、かき揚げが一番バランスのいい、色目が茶色い天ぷらですので悪いもので、色目を持たせるということで、丼は錦柄というきれいな丼に盛るのが江戸前の天丼の定義なんですね。
ですけどもだんだん時代とともに当時は油のイオンの関係で野菜は一切扱わなかったんですね。全部焦げてしまうとか。ですけども時代とともに野菜の天ぷらが好まれるようになったので、僕の時代になってごま油の香りに負けないハスであるとかかぼちゃであるとか、例えばみょうがであるとか、そういうもの、数は少ないんですけどもそういうものを取り入れるようになりました。だから江戸前天丼というのはその場にとどまっていないで進化させていくものでありますよね。進化を遂げていくのが江戸前天ぷらですね。で小魚もだんだん少なくなりましたので、昔は江戸前で取れたキスとかメゴチ、ハゼ、銀宝、アナゴなんていうのは種だったんですけども、今はそういうのはもう絶滅危惧種の扱いになりましたので、今は小魚を全国から取り寄せる、それを見極めるというのが職人の技量になってくるわけなんですね。だからうちなんていうのは例えば古代であるとか姫古代であるとか、全国からさよりが来たりとか、その季節に合わせてなるべく一匹お付きのを探すようにしています。なるべく切り身は使わないように、大型魚切り身は使わないようにという工夫をしていますけども、あと小フグですね。尻尾付きの小フグであるとか、そういうこだわりがありますけど、フグは千葉沖で取れるんです。太平洋側で千葉、茨城あたりで水揚げがあります。でも小フグといっても種類がありまして、詳細フグ、彼岸フグ、トラフグの小さいのがいますので、その時の入荷に合わせてどれかを仕入れるという。あと最近はヒラメ、大型魚はちょっと定義から外れるんですけども、ヒラメを使うようになって、なぜヒラメかというと、やっぱり全く癖がなくてジューシーでとても美味しい魚なんですね。ですのでどうしても使いたいのでヒラメは使い始めました。その他に大型魚の切り身を使うお店はたくさんありますけどね、例えばタチウオだったりアマダイを使う店が多いんですけども、タチウオもアマダイもちょっとインパクトに欠けるんですよね。ヒラメというと高級魚、ヒラメを食べるとしたらお寿司ので食べるか、薄造りで食べるか、あるいは洋食にしてソースにかけてしまって、ヒラメの味わいというのはなかなかヒラメは知ってるけど味わいをご存知の方あまりいらっしゃらないんです。ですけどもうちは厚切りにして高級魚ヒラメをガブリと言っていただきたいんで、ヒラメを扱うようにしてるんですね。それがアマダイであるとかタチウオだとあまりお客様はピンとこない、ありがたがらないというので、高級魚ヒラメというのを使うようにしてるんですけど、味的には全く癖がなくてジューシーでとても美味しい魚です。うちは特にアナゴにこだわってまして、僕は以前羽田沖からアナゴの夜間漁に同船したりして、で夜中中回って東京湾でアナゴを取って、それをもらってきてっていうか買ってうちの水槽に入れてたこともあるんですけども、ですから取れたてのアナゴから何日経ったアナゴとか状況は全て分かります。でも産地もどこの産地であるとか見ただけで分かるようになりました。それで今納品されるアナゴは、今主に使っているアナゴはちょっと江戸前の話に戻りますけども、東京湾のアナゴというのは季節によってサイズにばらつきがあるのでなかなか使いづらいと、年間を通して。それよりも年間を通して脂の乗った対馬を豊洲の仲買さんに選んで納品してもらってます。それでですね、先ほどご覧いただいたようにいけすがございまして、だいたい木曜日と土曜日週2回生きてるアナゴが来まして、朝はだいたいその日のうちの 7,8 割を締めたアナゴを豊洲から仕入れて、それが売り切れるといけすから締めてすぐ使うと、それで次の日は残さないというのがうちの大原則になってます。アナゴの鮮度質にこだわると。で日曜日でも朝いけすのものを締めまして朝締めにこだわってますね。鮮度がいいと何が違うのかというと、ふっくら感と香りが違うんですね。どうしても一日経ってしまうとふっくら感が失われて香りが失われる、逆に生臭みが出たりとか、そういうふうなことがあるんですけども、うちのアナゴはもう生臭みとかも一切ありません。そういうのが
さよりという春と秋に2回旬があるんですよ。出始めたんで、今日入荷がありますよ。今日から使う。あと、姫小鯛というのかな。聞いたこともないと思うんだけど。で、他の魚を取りに行った時に、一緒に網にかかる程度の水揚げしかないんですよ。長崎とか愛知で取れるんですよ。全部豊洲に来ちゃうんですよ。九州の人も知らない。姫小鯛の存在を。九州に天ぷらの知り合いがいるんだけど、長崎で姫小鯛使ってますよって言われたら、いやいやいや、九州で聞いたことない。姫小鯛を使ってる天ぷらっていうのは、もうほんと高級店の一部ですね。で、さよりも、今日は江戸前のさより、2つあたりのさより。